ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、またもやアルファズの方からリクエストをいただいたので答えていきたいと思います。XG ボックスシャープ1、ピーチズ、ジュリア、チサ、こちらを見ながら歌声分析していきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。いやー、XG のですねリアクション動画だったり歌声分析動画を公開してねまだ間もないのに、たくさんのアルファズの方々からですね XG ってこういうグループだよとか、 XG のこの曲はおすすめだよとかね、ものすごいいっぱい教えていただいてるんですよね。本当に嬉しい限りです。なのでできるだけリクエストお答えしていきたいと思っておりますので、ぜひ気軽にですねコメントの方をしていただけたらなというふうに思います。さあ今回のピーチズ、これねちょっとだけ調べたんですけど、ジャスティン・ビーバーさんの曲なんですね。それをカバーしているのが XG のジュリアさんとチサさんだと。どんなアレンジに仕上げているのかっていうところがですね非常に気になりますね。やっぱりこう R&B な感じなのかな、どうなんだろう、それともゴリゴリのねダンスサウンドなのかな、見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、そして現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 XG ボックスシャープ1、ピーチズ、ジュリア、チサ、歌声分析していきたいと思います。やば。いやー、素晴らしいですね。今回もアルファーズの皆さんおすすめしていただき本当ありがとうございます。素晴らしい歌声ですね。歌い出しはジュリアさんですかね。まだメンバーの名前の方がね覚えきれてなくてちょっと曖昧になってしまうんですけど、いやー最高の歌声ですね。フレーズの最初にですね入ったエッジボイスが結構強めに入ってます。この音が入ったフレーズをねエッジボイスって呼んだりするんですけど、これが入ることによってすごくね切ないような感情表現が生まれてくるんですよ。でその後に可愛らしい雰囲気の歌声、このギャップやばいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で一回し目のフレーズを聞いただけだとこんな感じでリズムをとってねゆったり聴ける感じの曲なのかなっていう風な雰囲気が出てるんですけど、二回し目のフレーズでですねちょっと弾んだようなニュアンスが出てますよね。こういうフレーズでねリズムの使い方をね切り替えるテクニックもやばいですよね。次いきますよ。いいね。で声の出し方なんですけど、ものすごく可愛らしいような雰囲気の声質じゃないですか。声の出し方がですね鼻中心になってるんですね。鼻中心っていうのは声を鼻に通すイメージを強く持った歌い方ということです。で人の体には代表的な声を響かせるポイントが3つあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴、これが代表的な3つの響くポイント、共鳴ポイントっていうんですけど、今のジュリアさんの歌声はですね鼻に多く声を送ってあげているような歌い方になっています。で声をね前方向に飛ばすようなイメージで歌っているんじゃないかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。そうだね。声をですね前方向ですね。でただ前方向に声を出すだけだとジュリアさんみたいな声にならないんですよ。これはあくまで鼻を通した後に前方向っていう感じですね。この鼻がねすごくキーポイントになってます。そしてフレーズの中で音域が結構上下しているのにもかかわらず声質が一
定ですよね。これ実はものすごいテクニックなんですけど、人っていうのは音域が高くなると声が細くなって低くなると声が太くなるっていう特徴があります。で、この特徴を持ったまま歌っているプロのアーティストっていうのはものすごく多いんですけど、でもジュリアさんの声質一定ですよね。これどういう風なテクニックを使っているかというと、高い音も低い音もですね、同じ方向に向かって声を出すイメージで歌うっていうテクニックを使ってます。これをするとですね、音域が変わっても声質の変化っていうのがほとんどないんですよ。いや、この若さでこのテクニックを身につけているのは本当にすごいですね。次いきますよ。裏声が軽いですね。すごくソフト。で、ちささんもですね、鼻を使っているんですけど、割合的には口と鼻、この辺を中心っていう声質かな？口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つのブレンドの声質だと思います。口腔共鳴の響きを声にプラスすることによって喋り声に近いようなニュアンスがですね、プラスされてきます。おそらくそういう響きの割合で声を作ってると思うんですけど、で、僕がね、今ね、すげえなって思ったところが、裏声のところあったじゃないですか。あそこが、地声との声質差があまりないっていうね。これすごいなと思って、裏声ってどうしても地声とこうね、声質のギャップができてしまうものなんですけど、ちささんのですね、裏声、地声からの流れで裏声に行った時にね、そこまで差がなかったんですよね。これどういうテクニックを使ってるかというと、裏声に地声の成分の強い肺の中の声の響き、胸腔共鳴ですね。こちらの声を裏声にブレンドしてるんですよ。だから裏声なんだけど、地声との声質差がそこまで感じられないっていうね、すごく滑らかに地声から裏声にこう切り替えてるっていうね。いやー、これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。裏声のね、この消え去りそうな雰囲気がね、すごくたまらなく素敵ですよね。もうテンションが上がってね、さっき説明した地声と裏声の切り替えのね、話を置いていっちゃいましたけど、ものすごく綺麗にね、声を切り替えていたと思います。これはね、裏声に地声の成分を混ぜるテクニックを使ってるからなんですね。超高等技術ですからね、これ。いや、ほんとすごいですね。次いきますよ。この辺の裏声はですね、スーパーヘッドボイスと言われる後頭部を響かせるタイプの声質の作り方ですね。めちゃくちゃ綺麗な裏声だったと思うんですけど、その綺麗な声質の成分はですね、頭を響かせた声、頭部共鳴の、要は後頭部ですね、スーパーヘッドボイス。もう一回聞いてみましょう。で、全体的にウィスパーボイスね、息の音が混ざってますよね。いやー、テクニックのオンパレードですね。これはやばいぞ。次いきますよ。いいね。このリズムのね、ため具合もね、最高にかっこいいですよね。次いきますよ。いや、本当にすごいっていう言葉しか出てこないですね。この若さでこの歌の安定感は本当に信じられないです。次いきますよ。いいね。ちささんは地声と裏声の切り替えが得意なのかな。さっきからね、そういったフレーズがすごく目立っているんですけど、今回たまたまかな。なんで地声と裏声の切り替えが得意なのかなっていうふうに僕が今言ったかというと、めちゃくちゃうまいんですよ。地声と裏声の切り替えってある程度はその声と声のね、境目が、出てきてしまうもんだと思うんですけど、もうほとんどその境目がわからないですよね、ちささんの場合は。だから得意なのかなって言ったんですけど、ちょっともう一回聞いてみましょうよ。ほら。一箇所だけだったね。一箇所だけでしたけど、
目がね、本当にわかんないんですよね。で、地声と裏声の境目を分かりにくくする方法としては、先ほど言った声をね、同じ方向に向かって出すっていう、このテクニックが実は使えて、さっきは音域が変わっても同じ方向っていう風な説明の仕方をしたと思うんですけど、裏声と地声を切り替える時もですね、同じ方向に向かって声を出してあげると、地声と裏声の境目っていうのが目立たなくなってくるんですけど、もうね、ちささんの場合はね、ない境目なんてそこにはないっていうぐらいスムーズですよね。次いきますよ。なるほどね。ここでこうリズムが一気に入ってくるんだ。このグルーヴ感やばいね。グルーヴっていうのは、すいませんね、ちょっと音楽の専門用語を唐突に出されてもね、なんだグルーヴってっていう風に思った方もいると思うので、説明するんですけど、グルーヴっていうのは、簡単に言うと曲全体のノリのことを言います。で、このノリを出すためには、各パートごと、楽器、例えばドラム、ベース、ギター、キーボード、そしてボーカル。各パートごとにですね、同じリズムの取り方で演奏する必要があります。で、楽器体だけだったら、そのさっき言ったグルーヴ感っていうのは出しやすいんですよね。やっぱりその音楽理論的に強いっていうね。でも、歌っていうのは感覚的に歌ってる方がとても多いので、このグルーヴ感を出すのってものすごく難しいんです。僕が今まで教えてきた生徒さんで、最初からこのグルーヴ感が出した生徒はですね、一人もいないっていうぐらい、本当難しいテクニックなんですけど、このお二人はベテラン大御所歌手みたいにね、ものすごいノリを今出していたんですよ。もう一回聞いてみましょう。ね、たまらないこのノリですよね。これがね、グルーヴって言われるものです。グルーヴを出すためにはですね、裏のリズムと言われる、この曲だったら、1、2、3、4。これが表のリズム。そしてグルーヴを出すために大事になってくるのが、裏のリズムと言われる、1、N、2、N、3、N、4、N のこの今手を叩いて N といったところが裏のリズムです。ここが取れるか取れないかによってグルーヴするかしないかが決まってきます。なのでジュリアさんとチサさんはですね、完璧に裏のリズムを捉えて歌っているんですよね。この裏のリズムを取りながら歌っていうのもめちゃくちゃ難しいテクニックなので、本当にすごいと思います。次いきますよ。本当にね、もうアメリカのね R&B を聴いてるかのようなこの雰囲気で、最終的に素晴らしい音楽っていうのはテクニックがすごいとかじゃなくて、心地いい雰囲気だよなっていう感想が僕は一番素晴らしい感想だと思うんですよね。もう感情に訴えかけないと、こういった心地いいとか聞いていて癒されるっていう感想出てこないと思うんですよね。お二人が歌うピーチズ、この雰囲気はまさに癒しであったり心地よさをですね、多くの方にですね伝える雰囲気をね表現してるんじゃないかなというふうに僕は思います。次いきますよ。いいね。チサさんはね、こう音域が低いところは先ほど言った鼻と口中心の声質じゃなくて、若干こうチェストボイスの響きを使っているんですね。ものすごく大人っぽい雰囲気の声質に変わったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、この辺とか特にでフレーズの語尾がねこうビブラートをしながらフェードアウトしていくみたいなねテクニックを使ってるんですけど、そのねフレーズの語尾の処理の仕方がすごく心地いいですよね。次いきますよ。すごくねこうゆったり歌ってる感じに聞こえると思うんですけど、しっかりリズムの表現を忘れていないんですよね。リズムの表現が抜けてしまうと全体的にもっとねこう真っ平らな感じというか平坦な雰囲気になると思うんですけど、ちゃんとねこう奥行きがあってすごくね深い感じの歌い方になってると思います。次いきますよ。
さあとかね、こういうフレーズ僕ね大好きなんですよね。でこのフレーズの歌い方どうやって歌ってるんだろうっていうふうにね思ってる方結構多いと思うので解説するんですけど、これ実は一音一音しっかりコントロールして歌うっていうイメージじゃないんですよ。これ実はビブラートをしながらですね音をこうフォールさせる。そうするとビブラートで揺れてるところに音のこう輪郭がはっきりとしてきます。それがねフレーズになって聞こえるんですよね。でこのテクニックなんですけど、フォールしてるところにちゃんと狙いたい音のところにビブラートの揺れがこう来るようにコントロールしなきゃいけないので、超高等技術なんですよこれ。いやーやばいですね。もう一回聞いてみましょうか。そうタイムのところ、ここはねビブラートをしながらこうねフォールしてるんですけど、僕ね20代の頃このフェイクがどうしてもやりたくて、前回のね XG の歌声分析の動画ウィンターウィザウチューの時に紹介したボーイズトゥーメンというですね男性4人組だったと思うんですけど、ちょっとね途中メンバーがねこう脱退したりとかで人数変わってる時代もあるんですけど、その人たちがものすごくうまいんですよ、こういうフェイク。だからね、もう本当にもう1年ぐらいずっとボーイズトゥーメンばっかり聞いて練習して、ようやくね、こうできるようになったテクニックなんですけど、だからこのテクニックを習得するのがね、どれだけ大変かっていうのはね、僕はね、理解してるつもりなので、ちささんもね、ものすごく練習したと思います。次いきますよ。これね、ぜひ僕ら世代なのかな、今はね20代とか10代とかのね方々は知らないと思うんですけど、天使にラブソングを2っていう映画がね昔あったんです。やんちゃな高校生たちにねこうゴスペルを教えるっていう風な映画で、そこの最後にクラシックのジョイフルジョイフルをものすごくアップテンポにアレンジして歌うっていうシーンがあるんですけど、そのイントロのローリンヒルのフェイク、あれを思い出しますね。ほんとね、理解できないぐらい、とかやってるシーンなんですけど、もうちささん、ローリンヒルですね。めちゃくちゃうまい。次いきますよ。心地いい音色。いいね、今のロングトーン最高ですね。なんかジュリアさんの歌声なんかマイナスイオンが混ざってんじゃないかっていうぐらい聞いててすごい心地いいんですよね。分析するにおそらくこの鼻腔共鳴の響きと頭部共鳴の響きのミックス、これがですね全音域に影響を及ぼしてるっていう風に僕は思うんですけど、歌声ってね未知の領域もねものすごく多いんで、言葉ではね説明できない何かもあると思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ロングトーンなんかねもっと伸ばしてもっと伸ばしてっていう風に思っちゃうぐらいいい声ですよね。いやー好きだなこの声。次いきますよ。いいね。ほら絶対ローリンヒルだってこの歌声とテクニックすげえうまいもんだって。この年齢でこのテクニックはやばすぎますよ本当に。そしてねこの最高の2人がジャスティン・ビーバーさんの曲をねカバーしてるっていうこの衝撃の事実、やばいですね。次いきますよ。うわー綺麗。なんかみんなできんだねこれねこのフェイクみんなできるんだ。やばいね本当やばいね。ただねこれはねさっきも言ったんですけどめちゃくちゃ練習しないと絶対にできないテクニックなんですよ。これビブラートをしながらフォールをするっていう発想にたどり着かなかったら一生できないテクニックなんですよ実は。喉で一音一音コントロールしようとするとこれ絶対にね早すぎてできないんですね。僕もねその発想にたどり着くまででかなり時間がかかって、でビブラートの揺れを音程にこう合わせるのでもさらに時間がかかって、僕の場合はねたまたま遊びでやったらできちゃったみたいなねところがあったんで、本当運が良かったんですけど、それがなかったら多分未だにできていないテクニックだと思います。でもこの2人はねこの若さでできるっていうすごいな。次いきますよ。明るいいい声。
最高のハモリですね。で、今気づきましたか？今、イエーイ、イエーイっていう風にこうしゃくってたんですけど、しゃくるスピードが全く一緒なんですよ、二人とも。で、スピードも一緒だし、音程の上昇幅もですね、全く一緒なんですよね。ものすごい細かいところまで揃えてますよ。もう一回聞いてみますか？ほら、イエーイイエーイイエーイのところがね、これがすごい。やばいね。アカペラグループとかだったらここまで揃えるんですよ。なぜかというと、アカペラって声だけでいろんな雰囲気を表現しなきゃいけないので、本当に細かいところまでしっかりと作り上げるんですね。もしかして普段アカペラで練習してんのかな、こういうコーラス系っていうのは。いやー、努力の背景がものすごい見えてきて感動しますね。次いきますよ。あ、いいね。あらららら、あらら、かわいいね。急にね、ファン目線。歌声解説なのに急にファン目線になっちゃいました。なんかこうゆったりね、揺れててね、こうね、笑顔がこう見える瞬間ってね、歌声置いといてかわいいとかね、そういう感想になっちゃいますよね。いや、可愛さと美しさと、そしてものすごい歌唱力とものすごいパフォーマンスを持つグループ、XG っていうね、本当に出会えることができてよかったです。次いきますよ。やっぱりコーラスいいな。コーラスってね、まあハモリって言った方が分かりやすいですかね。ちょっとでも音がずれてしまうと、すごくね、嫌な雰囲気がハーモニーに混ざってきてしまうんですよ。で、僕が言うちょっとでも音がずれてしまうとってどのぐらいのずれなのかというと、ドレミファソラシドのドとレ、このぐらいの音幅の話じゃなくて、例えばドの音が出したいんだけど、ちょっとだけ雰囲気明るくなりすぎちゃったって、もうこのぐらいのずれです。ピアノとかだと音幅を表現できないぐらいの微妙なずれ、このね、ずれでね、ものすごくハーモニーに不快感が入ってきちゃったりするんですけど、でも今のハーモニー不快感ゼロですよね。本当の意味での正しい音程でハモってるんですよね。ここが素晴らしい。これ音楽用語では純正率って言うんですけど、気になる方はね、純正率ググってみてください。次いきますよ。あ、いいリズム感。このね、タッカタッタタッタタッタのこのね、リズムにしっかりとね、歌のリズムがはまっていて、すごくね、リズムが心地いいですね。次いきますよ。ほらほら。あ、いいね、オクターブ。うわー、ここの盛り上げすごいな。で、高い音までしっかりとチェストボイス、肺の中のね、声の響き、こちらをメインで使って、下りがまたさっき説明したものすごいフェイクで、ターみたいな感じで下っていくっていうね、このね、山がすごくね、引き込まれますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。ベンノーみたいな感じでね、この下りのね、このふわっとした感じなんだけど、ものすごいテクニックを使ってるっていうね。この雰囲気はね、この歌い方じゃないと絶対出ないですよね。もう唯一無二感を感じます。次いきますよ。うわー、いい声。いい声だね、やっぱりね。やっぱりね、スーパーヘッドボイスかな。低い音域でもね、しっかりこう後頭部が響いてるような声質のね、ニュアンスを感じます。これがマイナスイオンのあれかな、理由かな、さっき言った。すごく歌声癒されますよね。次いきますよ。あ、いい。もうね、畳みかけるように魅力がどんどん押し寄せてきますよ。で、後半になるにつれてね、どんどん歌声でね、こう盛り上げてきてますもんね。これはこの先楽しみだぞ。次いきますよ。あ、いい。今ね、ハモリに行くと思いきや、後半ね、メロディーをこう崩してきましたよね。これも R&B ならではの表現ですよね。もう一回その部分聞いてみましょうか。ほら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 。
ラーラーみたいな感じでこうね、ラーラーからハモリ始まるのかなと思ったら、その後ね、フェイクに行くっていうね、たまらないね。次いきますよ。いやー、もういつまでも聴いていたい。いや、素晴らしすぎる。次いきますよ。後半はね、こういう風にね、元々のね、メロディーをこう崩してこう自由に歌うような雰囲気が出てくるのか。いや、この年代でここまで歌えるボーカリストって日本にいますか？僕はね、もうパッと出てこないですね。そのくらい常人離れしたね、歌声を持ってるんじゃないかなっていう風に思うんですけど、次いきますよ。うえーこれはやばいね。やばいね。もうね、わけわかんなくなってきますよね。ここまでね、すごいと。わけわかんないってものすごくいい意味で言ってますからね。もう歌のテクニックが高等すぎて、音楽の専門用語を並べないと説明できないんですよね。こうね、フレーズとフレーズがこうね、絡み合ってハーモニーを奏でてるみたいな。で、メロディーと同じリズムでこう進むのが基本的なハモリなんですけど、でも全く違う動きをしてるにもかかわらず、ハーモニーが生まれるっていう、もう難易度トリプル S ランクぐらいのハモリがあるんですよ。今ね、このお二人はね、それをやってます。すごいですよね。で、超一流のプロぐらいになると、こういうのを遊びでやっちゃったりするんですけど、もうこの二人はね、超一流ですね。もう数年以内にね、世界を代表するボーカリストっていうことでね、名を刻むんじゃないでしょうか。っていうね、そういう風に思ってしまうぐらいものすごいことをやってますよ。次いきますね。いいね。めちゃくちゃハーモニー綺麗ですね。ここはしっかりと同じリズムでこうね、ハモっているポイントですね。曲の終盤に向かってちょっと落ち着いた雰囲気が出てきてるのかな。次いきますね。そうだね。ここはもうね、スタンダードなハモリです。ほんとシンプル。なんだけど、シンプル is best っていう感じですね。こうね、明るい感じの曲調にやっぱりね、こういう王道なハモリってめちゃくちゃ雰囲気が合うんですよ。いや、このアレンジ考えたの誰だ？すごいぞ。本当にすごいぞ。で、それをね、ここまで広げられる二人。さらにすごいぞ。やばいぞ、これは。次いきますよ。ごめんなさい。すぐ止めてごめんなさいね。今、ものすごいフェイクでハモってたの気づきましたか皆さん。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほら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 。しかもハモリどっちだ？ジュリアさんかな？ものすごい低い声出してましたよね。で、低い音なのにもかかわらず声の輪郭がはっきりしているのは一番最初の方に言った低い音でも高い音と同じ方向にこう声を出してるっていうね、このテクニックを使ってるからなんです。いやー、すごいね。本当にすごいね。続きいきますよ。いい声。止めちゃったけどここで終わりなのかな。いやー、いいね。最後はね、もうハーモニーのオンパレードですね。ちょっと戻してもう一回聞いてみましょうか。ちょっとだけね。ちょっとだけ戻すよ。いきます。さあね、終わりだね。いや。すげえ歌声でしたね。いやー、圧倒されました。XG ボックスシャープ1ピーチーズジュリアチサ見ていきました。いややばいね。最初から最後までもうねやばいしか言ってなかったような気がするし、テクニックのオンパレードすぎてね、今回ねものすごい説明が多くなっちゃったかなっていうふうに思います。なかなかね動画が進まなくてやきもきしてしまって皆さん大変申し訳ございません。そしてね最近コメントで手がうるさいっていう風に言われるんですよね。なんかね自分でもなんか言われて確かになって思うんですよね。この動きですよね。こういうのとかこういうのですよね。すいません、これね癖なんですよね。なんか喋ってる時にいろいろね考えてしまうと手が動いてしまうんですけど、
これからね、できるだけこう手の動きは抑えるようにしていきたいと思いますので、どうかご容赦ください。さてさて、お二人のね、歌声について話は戻しますけど、僕が知る限り、10代、20代、30代の、このぐらいのね、広い年代のですね、ボーカリストの中でも、もうトップなんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、歌声のコントロール力、そして歌声のテクニック、そして表現力、ここがですね、半端ないぐらいのレベルなんじゃないかなというふうに思います。それぐらいのことを言ってしまう内容の歌声だったと思います。いやー、知れば知るほどものすごい部分をですね、発見できて、僕はね、非常に嬉しいですね。これからも XG 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。